皆さんこんにちは、こかきこです。今日はこちらの子供用のルームシューズスリッパを編んでいきたいと思います。こちらは、だいたい靴のサイズが20センチぐらいのうちの子にちょうどだったんですけど、外から測ってみても20センチより気持ち小さいぐらいなんですけど、伸びるので小さめに、インチでいうとこのだいたい8インチぐらいになります。で、この靴の編み方の基本的な進み方は、このつま先が輪の作り目になっていて、ここからは丸を作っていって、その丸をこう編んでいって、でこの足を入れるところのここまで到着したら、ここからはこう行ったり来たり行ったり来たりで編んで、最後ここのかかとっていうんですかね、アキレス腱っていうんですかね、この後ろの部分は閉じ針で閉じておしまいというシンプルな感じになっています。今回私が使う毛糸はこちらのペイトンズのクラシックウール、毛糸であったかな靴を編んでいきたいと思います。そしてここには針は 5mm って書いてあるんですけど、気持ち小さめでキュッと編みたかったので 4.5mm の針を使って編んでいきたいと思います。あと必要になるものはハサミ、そしてこの閉じ針になります。では編んでいきたいと思います。では輪の作り目から始めたいと思います。今回私は12目、長編み12目から始めたいと思います。この模様自体は2目で1つの模様ができているので、編み目の数は偶数であれば何でも OK です。指に1本でも2本でもいいんですけど、2回巻きつけてから、長編みで編んでいきたいので、立ち上がりは鎖の3目から始めたいと思います。よいしょ。そうしたら、この立ち上がりの鎖3目は長編み1本分と数えます。なので12目作りたいから 12-1 ということで、長編みは11回編み入れます。この輪の中に長編みが11回です。はい、長編みを11回編みました。念のために数えてみましょう。最初のこの鎖3目を1と数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、OK です。次はそうしたらこの輪を引き締めたいと思います。糸の端っこを引っ張ると、この作り目のどっちかの糸が短くなるはずなので、まずそれをちゃんと見ておきます。ぎゅーっと引っ張ると、これですね、この縮まったこっちの糸の方を持って引き締めます。キュッキュッ。はい、そうしたら今度糸端を持って引き締めます。はい、そうしたらこれを、一番初めの鎖3つの上に引き抜き編みをしたら1段目は完成です。1段目出来上がりました。では次2段目です。2段目はすべての目に増し目をします。なおかつ2段目から模様編みを始めていきます。まず立ち上がりは鎖3、1、2、3、そうしたらここから模様編みが始まるんですけど、どうだったっけ？ OK。 そうしたらずれてますね。
この鎖を編んだこの目の次の目ですね、ここに表引き上げ編みをします。なので普通だったらここら辺に針を入れたりすると思うんですけど、そうじゃなくてこのボディの部分っていうんですかね、この編んでる長っぽそいところの横から横に突き抜けて刺します。後ろもこんな感じ。これで長編みをします。そして次3目目は、先ほど引き上げ編みをしたこのすぐ横のここに入れたいと思います。引き上げ編みと普通の長編みを繰り返します。次のこの長編みの方の横に刺して引き上げ編み、そしたらすぐ横の上、ここですね、ここに入れて長編み、ここ一つの目から引き上げ編みの長編みと普通の長編みを入れていくので増やし目がされていきます。これの繰り返しになります。はい、2段目の最後の方になってきました。今引き上げ編みをされてない目は1段目の一番最後の長編み、12番目の長編みと1段目の一番最初の鎖3目の立ち上がりの目2目になります。今この11番目は引き上げ編みをしてその後ろに長編みをしたので、次は表側の目になるので、最後の長編みを引き上げ編みします。そしてその横にここに長編みをして、で最後、1段目立ち上がりの一番最初だったこの目にも引き上げ編みをします。この編み方はいつも、最後は1段前の鎖上げを1段前の鎖編みを引き上げ編みをして終わるという形になります。なのでちょっと斜めに進んでいく感じになるんですけど、これで終わりで、そしたらこの段の最初のこの鎖の私はここに引き抜き編みをしたいと思います。12目あった1段目をすべて増し目したので24目になってるはずです。この表側になってる目だけを数えると123456789101112で、この表の間にはすべて裏側にも長編みがされているので 12×2、24になっていると思います。で次3段目はすべての目に増し目ではなくって30目に増やしたいと思います。2目ずつ増やしていくので3回で6目増やしたいと思います。なんか分かりにくい説明ですいません。まず立ち上がり鎖3目したら、このポコッと出っ張ってる長編みではなくってへこんでる長編みを引き上げます。そして長編みを編みます。そうしたらその横の上に刺して長編みをして、で次の目で増やし目をしたいと思います。
まずこのへこんでるこの長編みですね、これを横から引き上げます。そうしたら次この引き上げたところの横に長編みをします。で次さっき引き上げたところと同じ目に引き上げ編みをします。ちょっと戻る感じになりますね。そうしたら先ほどは上の目はこれを取ったので、その隣の目を取りたいと思います。糸が切ってなかった。はい、これで一番初めの増し目ができました。最初のワンペアは普通に1、2と編んだのでまっすぐの長編みが出てるんですけど、2番目は増やし目をしたのでこれが V になっているのがお分かりいただけるかと思いますすいません。そうしたら今度は増し目なしのペアを3つ編みます。糸をかけてこのへこんでるこれですね、これを横から取ってそれの横に長編み、真ん中から糸取ったんですけど恐ろしく失敗をしてもしゃもしゃになっちゃって取れないんですよこんがらがってる。はい、すいません、戻ってきました。1、2、3段目の普通のワンペア、増やし目、普通のワンペアなので、あと普通の編み方はもう2回ですね。このへこんでる長編みを横から引き上げて、その上に長編みをして、へこんでる長編みを引き上げて、その左上の目に入れて、そしたら普通のペアが V の後1、2、3本と出たので、次増やし目になります。ごめんなさい、今回は私の娘の足に合わせた私の編み方の硬さでやっているので、皆さんが作られる時ある程度増やし目の数をコントロールしなきゃいけないかなと思うんですけど、その場合こういう感じの増やし目はV の字にしてもらえると増やしていけるかと思います。次増やし目、このへこんでるところに入れて、その隣に長編み、そしたら先ほどと全く同じ目にこの目ですね、引き上げ編みをしてパッとで、今度は先ほどはここだったので次はこのへこんでる長編みの右上に入れたいと思います。はい、V の字ができたのでここで増し目が2目できました。そしたらあとは普通の模様編みをもう一回3ペア編みたいと思います。引き上げて長編み、引き上げて長編み、もう一回引き上げて
み、そしたら次3回目の増し目をしたいと思います。このへこんでる長編みに引き上げ編みの長編みをして、その左上に長編みを入れて、先ほど引き上げたものと同じ目にもう一回引き上げ編みをします。そうしたら今度はここではなくてここ、先ほど入れたのはこっちで、今入れるのはへこんでる長編みのすぐ右上ですね。ここに入れて、あとは普通のを2ペアですね。ここを引き上げて、長編みをして、最後引き上げるのがここ、1段前の一番最初の鎖、立ち上がりの鎖3目の目を引き上げて、でここに引き抜き編みをして、3段目が終了です。そしたらもうここで増やし目は終わりで、この30目で、13段、増減なしで13段、この模様を編んでいきたいと思います。編み始めは鎖が3目、そして、次の目はこの出っ張ってる長編みではなくてへこんでる長編みを引き上げます。そしてその隣上を長編みをして、そうだ、ここが増やし目をしてるとこなので、この V の字の間、奥に入ってる長編みを引き上げ編みをします。そうしたら引き上げ編みをここでしたから、この V のこっち側長編みをして、次の奥に入っている長編みを引き上げ編みで、はい、4段目の終わりです。今ここに長編みを編み終わったところなんですけど、これが、1段前3段目の最後の長編みなんですけど、その隣奥まって立ち上がりの鎖3目の目がここにあると思うので、段の編み終わりはいつも前の段の鎖編み3目を引き上げて終わります。そして、引き抜き編みをします。はい、これで4段目が完成です。あとはこの4段目と同じ、増やし目も減らし目もないものをもう12段なので、4段目から16段目は全く同じこの繰り返しになります。はい、16段目まで編み終わりました。4段目から16段目までの13段分、増減なしで30目ずつを編みました。なので次から足を入れる場所をここまで編んだので、次ここの部分を編んでいきたいと思います。17段目最初、立ち上がり鎖3目編みます。1、2、3。そうしたら裏返して、今度は裏の面を編んでいきたいと思います。今までは表引き上げ編みだったんですけど、裏引き上げ編みをします。今見てもらったら鎖とつながってる1個目の裏がポコってなってるのがあって、2個目があると思うんですけど、
この2個目のボコが表から見たらへこんでる方になるので、これを裏から引き上げます。横から刺して後ろからですね、刺して長編みをします。そうしたら次普通に上の頭の部分を取る長編みをして、次また分かりますかね、こうボコッとなってるので、裏から取るので膨らんでる方の目を引き上げ編みします。そしたら次ここに長編みをします。これを繰り返していって、30目だと1周してしまうので20目編みます。はい、17段目最後になります。20目なので最後はこの裏引き上げ編みで終わるはずです。はい、そうしたらここに前の編まなかった部分が10目残って、これが足を入れる穴になります。そうしたら、18段目に行きたいと思います。ここから17、18、19、20、21と5段はこの20目ずつを表裏表裏と編んでいく感じになります。なのでこの17段目と18段目を繰り返してもらう感じになります。表側を編む時には鎖3目で立ち上がって、この2つ目のへこんでるとこですね、これを引き上げて表引き上げ編みの長編みをしてもらって、で普通の長編み、引き上げ編み、長編み、これの繰り返しになります。はい、18段目の最後になります。最後は1段前の17段目の立ち上がりの鎖編みの3目を引き上げて終わることになるはずです。そうしたら、ここからはこの2段の繰り返しですね。増減なしで残り3段、あともう3段、1、2、3、4、5と編んでいってください。表側裏側とあるので、引き上げる時次の段だったらこう裏からになるっていうのを間違えないように気をつけてください。ちなみに19段目の最初はここ2目目ですねを裏から引き上げることになると思います。はい、こうやって21段目まで編んでいってください。はい、21段目まで編み終わりました。ここ空いてるここの部分が5段分ですね。20目を5段編みました。そしたら、あともう2段編みたいと思うんですけど、このかかとのところがこのままで閉じてしまうと直角というかチクッとなってしまうので、ちょっと丸みを作りたいので、ここで目を減らしていきたいと思います。ここ今20段あるところのここの真ん中で目を2目減らしたいと思います。なので22段目最初は8目編みます。1、2、3、チェーンを3つやったら最初2番目ですね、ここを引き上げ編みをして、で普通の長編み、引き上げ編み、
み、引き上げ編み、長編み、そしたら1234567、次の引き上げ編みで終わりですね。はい、8目編んだら次減らし目をしたいと思います。この模様はデコボコデコボコとパターンになってるので、それを崩さないように減らし目をしたいので、まず最初の2目は長編みっぽく編みたいんですけど、ちょっと自己流なんで、もし他に好きな編み方があったらそれで減らし目をしていただいて全然構わないんですけど、こっちで引き上げて終わってるから普通の長編みっぽく減らしたいので、ここと、最初1目目に入れて隣の目に入れてまた引き抜いて、今かぎ針に3本糸がある状態で2本引き抜いて2本取る。そうすると高さが同じになるかなと思って、私はこのやり方でやってみます日本語がカミカミですいません。次、また減らし目をしたいので、そしたら今度は引き上げ編みをしつつ減らし目をしたいと思います。こことここ両方とも引き上げて2本抜いて2本、そうしたらここがデコボコで、どっちが出っ張ってる方だ、デコボコ、まあいいや、パターンがそのまま表裏表裏となんとなくなるので、そうしたら残り8目あるはずなので、これをもう普通に次からこっちが出っ張ってるから、次は普通の長編みで引き上げ編み、長編み、はい、これで22段目が終了です。はい、次は最後の段、23段目に行きたいと思います。23段目もここの真ん中で減らし目を2目したいと思います。立ち上がり鎖3目したら、裏から引き上げて7目編みます。1、2、7、はい、7目編んだら次減らし目です。今度は引き抜き編みから順番的に次引き抜き編みなので、ここから1本よいしょ抜いて、その次の目が先ほど減らし目をした目なのでちょっと分かりにくいんですけど、こんな感じですかね。
こうやって引き抜いて長編みをします。でその次は先ほど引き抜いた目とその隣の目の上の部分で減らし目をします。そしたらここ残り7目残ってると思うので、それを、長編み引き上げ編み長編み引き上げ編みと編んでいきます。引き上げ編みが先ですね。はい、以上でかぎ針で編む部分は終了です。そしたらあとはこのかかと部分を縫い合わせたら終わりなので、その縫い合わせる用の糸だいたい20センチ2、30センチぐらいですかね、適当に長さを残して切ります。そしたら針をピーッと引っ張って、長かったですね、まあいいや。そしてとじ針に糸を入れて縫っていきます。縫い方はもう何でもお好きなやり方で OK なんですけど、一応私はこうやるぞというのは、こう中表っていうんですかね、この本来外側になる方を同士をパタッと合わせて、でどこだろう、この鎖の頭2目ずつを取っていきたいと思います。これで合ってるよね。西ロハと西ロ、ここだな。鎖の頭2目ずつを取って、かかとを緩んだら嫌なので、なんとなく3回ぐらい糸通しておきます。であとはそれぞれの鎖の頭の2本ずつを取って通していけば OK です。で最後閉じ方、これも自己流なおかつ適当なんですけど、一目分き目を2、3回やっとけばいいですかね。1回とか。そしたら、目立たないだろうところに入れて、で糸を切ったら完成です。できた。これを全く同じものをもう一足作ってもらったらルームシューズの出来上がりです。この編み方のポイントは、2目で1つの模様になっているので、増やし目減らし目をするときは、増やし目をするときは
2目一気に増えるし、減らし目をする時はこのデコボコのパターンを崩さないために4目のうち2目減らすって感じでやると、模様がこう綺麗にデコボコができるんじゃないかなと思います。今回は、私が持ったこの毛糸でこの私の硬さで編んでうちの娘にちょうどだったので、皆さんが作られる場合編み目の硬さや糸の太さでちょっと数は変わってくると思うので、それはご自身でサイズを合わせていってください。もしよろしかったらチャンネル登録、あと高評価高評価ボタンよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバイ。